こんにちは。今回は、初めてウェブイベントにサークル参加してみたレポです。いろいろと心配事はあったのですが、マジで、本当に、何もかも杞憂でした。他の人と交流するの緊張する。サークル参加は準備大変そう。そんな理由でウェブイベントに参加する勇気が出ない方、この動画を見終える頃にはサクッと参加申し込みできると思うので、よかったら最後まで見ていっていただけると嬉しいです。今回参加したイベントについての簡単な紹介ですが、個人主催の某漫画のウェブオンリーでした。ウェブイベント用のプラットフォームはいろいろあるらしいのですが、今回はフトスクエア、通称ピクスクというサービスでの実施です。展示物は同人誌でなってもいいし、ウェブ掲載のみでも過去作品の再掲でも何でも自由ということでした。よく知らなかったのですが、このイベントに限らず、個人主催のウェブイベントは、同人誌の頒布というより、好きなものを展示してみんなで盛り上がろう、みたいなお祭り目的なことが多いらしいです。私はその漫画のファンを15年以上やっているのですが、今回はその漫画の周年を記念して開催されたイベントで、展示物も何でもいいとのことだったので、思い切ってサークル参加することにしました。では、サークル参加が気になっている方向けに、どんな準備をしたかご紹介します。一般参加だけ興味あるという方は、こちらの時間まで飛ばしてね。まず期日までにサークル申し込みをしました。サークル名や展示物の概要をウェブのフォームに記入するだけで完了です。この時点で展示物の内容はかっちり決まっている必要はなさそうでしたが、当日の配置に関わる可能性があるので、このあたりは決めておいた方がいいかなと思います。あと、フトスクエアではサークル参加者のみここで1000円を支払います。次に展示物の準備をしました。私はこの漫画のキャラクターの情報をまとめた電子データ本を展示することにしました。本が間に合わなければ、本にする前の一覧データを頒布するつもりでしたが、それでも全く問題なかったと思います。実際に会場を回ってみると、予定していた展示物が間に合わず、一部のページがラフの状態で展示されていたり、過去作の展示のみになっているサークルも結構あったので、もっと言うと、一からがっつり本を作りました。というサークルはほとんどなく、イラスト展示や過去作の頒布がメインだったように思います。展示の仕方も、福渋やブースに飛んでみてもらう、という形式が多かったかなと。展示物を作った後は、イベントプラットフォームの設定に必要なものを揃えました。ピクスクの場合は、お品書き、サークルカット、店舗外観の3つの画像ファイルです。これらが当日どのように機能するかは後ほどお話ししますが、有志により無料配布されているテンプレートなどがたくさんあるので、それらを活用すれば文字を入れるだけで作れちゃいます。オタクの助け合いの文化、ありがたいね。お品書きは、主催の方が用意してくれているタグをつけて X で流しました。壁打ちアカウントでも20いいねくらいつきました。イベント3日前くらいにお品書きをポストしてる人が多かったように思います。さて、イベント当日、ドキドキしながら入室。エリア内にサークルブースがさっと並んでおり、参加者たちがごこと動き回っていました。なんだか、コロナ禍の時に会社に導入されていたバーチャルオフィスを思い出す光景です。ブースの外にいる時はここポチッとしてサークルカットとお品書きを見ます。で、展示物が見たいと思ったら中に入って真ん中の本のアイコンを押す。すると展示物が見れるという仕組みでした。すでにお目当てのサークルがある場合はサークルカット一覧からジャンプできます。便利。他の参加者のアバターも会場内にたくさんいますが、直接交流的なことをしている人は見かけませんでした。というか、ピクスクには1対1で話したりチャットできる機能がありません。人気サークルにはアバターが集まっていたりしますが、みんなそれぞれで展示物を見ているだけなので、アバターが重なりまくったりしても別に不都合なし、ちょっとシュールで面白いです。サークル主さんがブースに行っても別に挨拶とかもしなくていいみたいです。ブースごとに感想ボードが設置されているため、何か伝えたい場合はここに書いている人が多いんじゃないかと思います。そもそも自スペースにサークル主さんがいらっしゃるのはあまり見かけませんでした。私も他の方のサークルを回るのに忙しくて、自スペースに行く余裕がありませんでした。コアタイム、写真撮影、という時間が設けられていたので、おっかなびっくり顔を出してみました。コアタイムは主催の方によって設定された参加推奨の時間帯で、参加者が交流しやすい時間の目安として設けられているそうです。ただ先ほどもお話しした通り、個別にチャットする機能がないので、参加者の行動自体は他の時間帯とほぼ同じように感じました。どうしても他の人のアバターが気になってしまうという人は、むしろコアタイムの参加がおすすめです。画面上のアバターが多くて、むしろ人目が気にならなくなります。写真撮影は特定の時間、会場内の特定の場所にみんなで集まって、主催者がその様子をスクリーンショットに収めるという企画です。これも全く参加する必要はないし、
参加しに行っても、多数いるアバターのうちの一体になるだけなので、やっぱり他の人に気を使うことがありません。でも、参加してみたらわちゃわちゃしてて気分が上がりました。普段壁打ちアカウントで虚空に向けて感想をポストしているだけの私でも、同じものが好きな人たちの熱を画面越しに感じてちょっと泣きそうになりました。以上、ウェブイベントサークル初参加レポでした。参加前は身構えていた私でもとっても気楽に楽しめました。感想ボードに本の感想を書いてくれていた方もいて、本当にとっても嬉しかったです。同人誌即売会へ本を買いに行ったり本を出したりする勇気がないという方は、まずウェブイベントへ参加してみることをお勧めします。どれだけ人見知りでも時間がなくても大丈夫。さらにオンリーイベントなら、あなたと同じものが好きな人ばっかりの空間です。そこにいるだけできっと幸せな気持ちになれるはず。最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。今後もいろいろな初心者レポを投稿していくので、よかったらチャンネル登録、フォローしてお待ちください。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。